ご視聴ありがとうございます。気温も下がり、師走の雰囲気が突然出てきましたね。今回は2024年良かった道具の紹介です。何回かに分けてお伝えしたいと思っています。1つ目、ベラのラチェットドライバー838シリーズ。個人的には今年の工具オブザイヤーって感じた道具です。ラチェットの向き、切り替えダイヤルの操作方向とネジを回す方向が一致しているというのが大きな特徴。右に回したければダイヤルも右、時計回りに回す。左に回したければ反時計回りに切り替えれば OK。一般的なラチェットドライバーってここが反対なのが多いのです。この向きが一致する機構はとても便利で、ダイヤル操作の向きが分かりやすいというのがまず一つ。それよりも素晴らしいメリットがありまして、作業中に誤ってダイヤルに触れて切り替えてしまうことがないのです。右に回したい時ってグリップは右、時計回りに握り込むことになりますので、一般的なラチェドラでは切り替えダイヤルを回してしまうことがあるんです。で、ラチェットの操作は反対方向になってしまい、ネジが回せなくなってしまう。対してベラでは切り替えダイヤルがグリップを握り込む方向へ回りきっていますので、誤操作の心配がないのです。触っちゃってもそれ以上回ることがありません。単純なことなのですが、切り替えレバーの誤操作が起きないというのは本当に素敵なこと。経験された方なら共感いただけるのではないでしょうか。私はこの切り替えダイヤルの向きで使わなくなってしまった道具もありまして、これは素晴らしい機能だと感じてます。それからこの道具、さらに良いところがありまして、ダイヤル部分で送り操作が可能です。ラチェットを送りたい時にシャンクつまんで回すことってあるっすよね。このベラはそれを切り替えダイヤル部分で行えるのです。ネジが軽く回るようになったら、こんな具合にダイヤル部分で早送り。グリップを大きく握り直す必要がないので、シームレスに作業移行できます。素晴らしい操作感ですね。直感的に使えて誤操作がない。早回しもやりやすい。ラチェットドライバーの良いとこ取りしたようなアイテムです。気になるのは耐久性とグリップの小ささです。見た目や質感、操作した感じなどから強そうな印象はないです。2つのサイズがラインナップされていますが、どちらもパワー系なサイズとは思いません。低トルク向けな製品という感じ。使うとしてもプラスの2番まで、3番をパキッと緩めるには向かないと思います。車、バイクのメンテナンスに使う場合、ハンドルこれ一つだと物足りなさは感じます。大きいサイズ M の方で6ニュートンかけてみると結構大変。ただビット工具ですから、他にモンキーが1本でもあれば大きめのトルクかけるのは簡単なので、トルクのかけにくさはそこまで困らず、低トルクで使い続けて壊れず持ってくれれば文句はないです。耐久性が良ければ私にとっては言うことなしな良い道具。今のところギア飛んだりは経験をしておりません。長く使えることを期待したいです。注意点として、両頭ビットは使えません。ホルダー部分は結構浅め。これはご留意いただきたいポイントです。ベラのラチェットドライバー838シリーズ。これはおすすめしたい道具です。最近の輸入工具としてはそこまでびっくりする価格でもございません。車系で使うなら大きい方をおすすめ。用途に合いそうでしたらお試しください。2つ目、スナップオンのグラブン GO。 持ち運びバッグ兼道具マットのようなアイテムです。これまだ紹介はしてないのですが、とても気に入って使っています。使い方はこんな感じ。まず広げた状態で地面にペタッと置きます。次に持っていきたい道具をその上に適当にポンポンと並べる。で、取っ手部分で持ち上げますと、四方が壁のように持ち上がりまして、簡易的なバッグに早変わり。道具をスマートに運ぶことができます。軽い作業をしたいとか、ちょっとだけ場所移動するときにとても便利な道具。大きさはこのくらいです。持ち運ぶ際は四方が立ちますので、安全に収納できるのは300ミリくらいの道具まで。畳むとこんなサイズですね。あまり小さくはなりません。特に留めておくボタンやバンドもないので、これ本体の収納はいまいち。表面はカーボン調ですが、多分 PVC でしょう。
中には固めの芯材、板のようなものが入っていまして、割としっかりとしています。スナップオンホームページの説明では、摩耗に強く拭き取るだけできれいになると説明がありました。油脂類がついてしまった工具を置いて使っていますが、特にやれちゃった感じはないですね。マットにもなるしバッグにもなる、ありそうでなかった製品です。ちょっとした作業で少ない道具を持ち運ぶに便利ですし、がっつり作業のお供に使ってもなんだかんだ場所移動は多いですから、これまた便利。さまざまシチュエーションで活躍するアイテムと感じています。ネガは値段でしょう。私はこういうのずっと探していたので飛びつきましたが、この値段では買わないって方は多いと思います。そもそもスナップオンですから高価格帯な上、為替が最近は本当につらいですね。可愛くないお値段はぐぬぬってなります。それからこれ自体の収納に悩みます。うまいこと小さくできないので、持ち運び道具箱に入れるというのは難しいですし、普段からどうやって収納したものかは答えが出ません。常に出しっぱなしで流動的に使うとか、車に積みっぱなし適当にほかっとくなんて場合は良いのですが、これ自体をしまうこと少し考えてほしかったですね。スナップオンのグラブン GO、 ちょっとした移動多い方におすすめです。機会ございましたらお試しください。3つ目、シグネットのロッキングソケットホルダー。ソケットを少しひねることでロック・アンロックが行えます。多少油のついた手でも操作がしやすく、またちょっと乱暴に収納してもポロポロ取れちゃうことはありません。使いやすいホルダーです。初期のモデルは以前から紹介しておりましたが、2024年レールの長さにバリエーションが増えました。長めが登場したっすね。従来品は個人的に少し短いと感じていました。例えばミリサイズのソケット8から19ミリまでノンスキップで収納というのができませんでしたので、2分の1の長いレールと入れ替えて使ってたんです。物足りなさは感じてました。今回のバリエーションが広がったのは素敵。そしてもう1点、24年からはコマのバラ売りが始まりました。これは本当に喜ばしいことです。今まではコマを追加したかったらニコイチするしかなく、残りが中途半端になっていたのですが、これで解消。私の考える最強のソケットホルダーになりました。何かとんでもない新製品が出ない限りは使い続けていくと思います。シグネットのロッキングソケットホルダー、収納用品を検討中の方にお試しいただきたいです。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間ございましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。せや。